さっきの爆発の影響か。狭間が閉じてしまった。影の交換をしようにも治癒ハンターにつけた影の気配を感じない。私が守らないといけなかったのに。狭間をもう一度開ける方法を探さなければ。そうじゃ、まだ作動しているみたいだ。魔法石のマナも少ないがまだ残っている。だが開かない。爆発の影響で空間そのものが消えたのか。持ちこたえられなかったのか。装置が故障したようだ。魔法石のマナも底をついたか。だが条件が整えばもう一度開けるはずだ。魔法石が鍵の役割を果たしていたのか。鍵？模様が刻まれた魔法石、それが狭間を開く鍵だったんです。原理は説明できませんが、俺たちが開いた2つの狭間はどちらも魔法石に反応していました。それじゃあもう一度装置は。残念ながら壊れてます。魔法石の魔力も底をついたみたいです。魔法石を見つけないと。どこか近くに連絡して。落ち着いて。模様が刻まれた魔法石じゃないとダメよ。それに場所も悪いです。他を探さないと。どうして？出た直後に装置を調べたところ、まだ作動していたのに狭間は開きませんでした。爆発に巻き込まれ、俺たちがいた空間そのものが消滅してしまった可能性が高いです。別の場所。私が知ってる日本の合宿所はここだけだよ。中国に行かないとダメかな。その必要はなさそうです。さっきの爆発で例の奇妙な力を感じたんです。同じ力を感じたのはこことさらにもう一箇所あります。1件目の蒸発事件の現場。そこでも同じことが起こっていたはずです。他の空間とつながっている狭間が開いたんでしょう。だからその中に入った人たちはみんな行方不明になったのね。あなたたちが向かったその事件現場にこれと似たような装置はあったの？確認できませんでした。それじゃあ今はこの装置を修理するのが最優先ね。修理が終わってから事件現場に行って試すしかなさそうね。装置は私が持っていくわ。ハンター協会に機械に詳しい職員がいるんだ。俺が運びます。あら助かるわ。優しいんだね。蒸発、爆発、魔力の糸、狭間、そして謎の空間、全てがつながっている。水品ハンター、調査は順調？いつもみたいにコミュニティを見てみたんだけど、私の方は特に収穫はなかったわ。俺も同じです。治癒ハンターが言っていたように関連事件の記録はほとんど削除されていました。もしかしたら残ってる資料があるかもしれないから、もうちょっと探してみるね。はい、何か分かったら連絡します。治癒ハンターにつけていた影の気配は未だに感じない。今できることは古沢ハンターの連絡を待つことくらいか。もしかしたら今までの出来事に手がかりが隠されているかもしれない。
失踪事件が起こり始めた時期とゲートが発生した時期はほぼ一致している。メイリンハンターの母親は事件の目撃後に調査を行っていたが、9年前に日本で失踪した。その後メイリンハンターの父親も事件を調査していたが、母親同様2年前に日本で失踪した。ここで重要なのは、2年前に失踪したメイリンハンターの父親がチユハンターの両親と同じ現場にいたということだ。ニュースで大々的に報じられたいわゆる蒸発事件。メイリンハンターが見せてくれた日記の内容から推測すると、失踪した母親も蒸発した可能性が高い。2人のハンターと一緒に調査した1件目の蒸発事件の現場、そして合宿所一帯、その2カ所で同じように奇妙な力を感じた。合宿所で消えた人たちも蒸発したのだろう。その一連の過程が俺たちが経験した出来事と同じものだとすれば、蒸発はゲートではなく狭間と関係があるはずだ。メイリンハンターの父親とチユハンターの両親が姿を消した現場にもゲートではなく狭間が開いたはずだ。自ら望んで入ったのかわからないが、狭間内の空間に移動し、そのまま閉じ込められた。もしもそうだとすれば、初めからこの世界に存在していなかったように痕跡すら残さず行方をくらませたことにも納得がいく。狭間の中は地球でもダンジョンでもない第三の空間。扉の役割の狭間が消えれば脱出方法は当然なくなる。閉じてしまったゲートの中で失踪した人たちと同じだ。違いがあるとすれば目撃者がいるかいないかだけか。モンスターに繋がっていた魔力の糸とチユハンターに繋がっていた魔力の糸。チユハンターは操り人形と同じような動きをしていた。まるで誰かに操られているかのようにぎこちないというか。もしかしたら蒸発した人たちも同じように操られ狭間の空間にいるのかもしれない。だがハンターではない一般人を閉じ込める理由は何だ。模様の主が魔法石を利用し今回のことを企てたのは確かだと思うが、修理は終わりましたか？早速来たね。そんなに待ち遠しかったのかな。終わったよ。明日集合場所で落ち合おう。わかりました。準備はできた。じきに全てが明らかになる。ここに来るのも久しぶりだな。二人は。水篠ハンター、こっちこっち。装置はもう設置してくれたようですね。普通の魔法石でも正常に作動するか確かめてみたかったんだ。でもやっぱりうまくいかなかった。模様が刻まれた魔法石しか使えないようね。合宿所から持ってきた魔法石はありますが、マナが残っていないので役に立たないでしょう。大丈夫。手は打っておいたからさ。魔法石が見つかったんですか？正確には魔法石じゃなくて魔法石を持っている人だね。とても意外な人から連絡があったんだ。もうすぐ来るはずだよ。古沢ハンターですか？ほら来たよ。二人とも挨拶して。ドイツのリヒターギルドのマスターレナート・ニールマンハンターだ。世界ランキング12位のレナートハンタこんにちは、レナート・ニールマンです。
古沢ハンターからご提案をいただき、この調査に参加することになりました。何が目的ですか？口で説明するよりもこちらをお見せした方が早そうですね。皆さんがこの魔法石を探していると聞きました。レナーとハンターも関わってたの？わざわざドイツから来るとは。古沢ハンターとどんな話を？個人的に調べている事件があるんですが、最近日本でも似たような事件があったそうですね。ハンター協会に関連資料を要請したところ、古沢ハンターと連絡が取れたのでやり取りしたんです。私たちが探していた魔法石をレナート・ハンターが持っていることが分かってね。その魔法石を使わせてもらう代わりに、この装置で一緒に調査しないかって提案したんだ。断る理由はなかったので提案に乗りました。入手経路は分かりませんが、その魔法石はレナート・ハンターにとっても重要な手がかりになるのでは。俺たちと一緒に調査しても成果が得られるという保証はありません。それでも本当に魔法石を使わせてくれるんですか？ここまで来たのですから正直に打ち明けましょう。僕が調査しているのは弟に関する事件です。弟は皆さんの仲間と同じように操られているんです。操られている？はい。弟の体に細くてかすかな魔力の糸がつながっていました。弟だけではありません。以前魔力の糸がつながったハンターたちと戦ったことがあるんです。狭間の中だけではなく外でも操れるのか。想定以上に深刻な状況かもしれない。もしも操られている人が多く、その人たちを使って一斉に攻撃を仕掛けてきたら、ダンジョンブレイクに匹敵する混乱が生じるだろう。本当に魔力の糸を見たんですか？はい、確かに見ました。ただ僕以外の人たちには見えていなかったようです。何かの見間違いかとも思いましたが、水篠ハンターにも見えているとお聞きしたんです。魔力感知が鋭いようですね。自分でもそう思います。水篠ハンターの影に潜む兵士たち、その数もはっきりとわかります。兵士たちの存在に気づくとは、さすがといったところか。取り込み中のところ悪いんだけど、そろそろ始めてもいいかな。ああ、長々とすみません。謝る必要なんてないわ。これから命を預け合う仲間になるんだから、お互いのことはちゃんと知っておかないとね。それじゃあ装置を起動するよ。あ、レナーとハンターの魔法石の上に狭間ができたよ。前と同じですね。さっさと片付けましょう。終わったね。狭間を開くたびに出てくるということは、奴らは門番のようなものなのかもしれません。邪魔者は片付けたし、入ろうか。この中に入るんですか？そうよ、早く早く。わかりました。ここはダンジョン？いや、違う。魔力を一切感じない。ここはダンジョンではありませんね。魔獣が目の前にいますが。体に力が入ってなくて動かないの。前に見た魔獣と同じ状態ね。つべこべ言ってないでさっさと片付けるよ。
糸から魔力が注がれています。攻撃に備えてください。望むところよ。終わったのかはい、倒しました。な。何も起きないね。前と何が違うんだ。メイリンハンターとチーハンターが倒れたモンスターを調べていた。そして戻ろうと話していた二人が俺の方を見て、座っていたメイリンハンターのカバンから魔法石が落ちた。そしてそれがモンスターの体に触れた瞬間、狭間が現れた。メイリンハンターのカバンから落ちた魔法石、それが鍵だったようです。ああ、模様が刻まれた魔法石が狭間を開く鍵だっていうあの話のこと？はい、もう一つ魔法石が必要です。だけど装置がないよ。この魔獣が装置の役割をしているんです。模様が刻まれた魔法石がこの魔獣の体に触れると狭間が現れるはずです。ユキナ、あなたのものを勝手に使ってごめん。だけどこれもユキナを見つけるためなんだ。話があるの。やっと打ち明ける気になったんですか？まあね、いつまでも隠しているわけにはいかないから、私が調べている事件について教えるわ。私は強制覚醒の件を調査してるの。強制覚醒？まさか。そう、レナート・ハンターの弟さんに起こったと思われる事件にも関係している。私の友人も同じ事件に巻き込まれてね。その友人の家でこの魔法石を見つけたんだ。模様が刻まれた魔法石。つまりこの魔法石を使った人は強制的に覚醒させられるってこと？おそらくね、覚醒と同時に爆発が起こるようだけど、私はその友人のために、そして同じ境遇にいる人たちのために、同じ痛みを負っている誰かを救うまで絶対に諦めたりしない。そのためなら何だってする。誰かを利用しないといけないなら利用する。誰かが助けを必要としているなら、私が持つ唯一の手がかりでも喜んで差し出すわ。あ、開いたよ。水品ハンターの言う通り。間もなく模様の主が爆発を起こすはずです。その前に飛び込んでください。ここは牢獄のようですね。やけに派手な気はしますが。入ってきた狭間は閉じたようね。この空間に入った瞬間、治癒ハンターにつけていた影の兵士の気配が感じ取れるようになった。だが洞窟に置いてきた影の兵士の気配も感じられる。外からここに接触するのは不可能だが、ここから外に接触することは可能ってことか。治癒ハンターがいるのはかなり奥の方だな。周囲の状況を把握できればいいんだが、暗い場所にいるのかよく見えない。影の交換を使うべきか。いや、万一に備えて温存しておいた方がいいだろう。狭間が閉じた以上、ここから出る手段は他にないからな。この空間のどこかに治癒ハンターがいます。スキルで全員一緒に移動しようとも考えたんですが、
模様の主に何か狙いがあるなら、おとなしく治癒ハンターを返そうとはしないはずです。どんな罠が仕掛けられてるか分かりませんし、中を調べながら探した方がいいでしょう。ならこんなところで突っ立ってないで早く行きましょう。あれは魔法石がいっぱいあるよ。これは一体。ここで魔力と関係する何らかの実験が行われていたようです。魔力の実験、それとも拷問と言うべきか。何かに使えるかもしれないので、魔法石をいくつか持っていきましょう。ベリー、ちょっと待って。あれは治癒ハンター。待って。どうしてあそこに治癒ハンターが。レナードハンター、見えますか？はい。とてつもない量の魔力の糸がつながっていますね。治癒ハンターに近づいた瞬間、敵に取り囲まれるでしょう。じゃあ水死ぬハンターのスキルを使ってここまで連れてくるのは？それもできません。ここで一生過ごしたいのなら話は別ですが、ここに来る前にあった洞窟のことを覚えていますか？ご存知の通り、あそことつながっている狭間はすでに閉じてます。しかし幸いにも、あそこに残した影の兵士は爆発に巻き込まれた後、同じ場所で再生していたんです。空間がまだ残っていて、影の兵士の気配が感じられるということは、俺のスキルでここから抜け出せるはずです。それに装置のそばにも影の兵士を置いてきたので、洞窟の狭間が閉じていたとしても問題なく帰還できます。問題はこのスキルを使える回数に制限があることです。2回しか使えません。なのでできるだけ温存しておいた方がいいでしょう。ここに来る時に使った方法は？あの時も魔獣が大勢いて魔法石も持っていたでしょ。スキルを使いました。その時に空間につながる狭間が開いたということは、他の狭間は全てこことつながっていると思います。だから確実な方法以外にスキルを消費したくありません。それじゃあどうすれば。怖い。お父さん、お母さん、どこにいるの？早く帰ってきて。私、弟と妹の面倒ちゃんと見てたよ。ずっといい子にしてた。でも一人は辛いよ。助けて。会いたい。治癒ハンター。誰も動かないのなら僕が助けに行きます。どう考えても罠だって。他の方法を考えた方が。いえ、他に選択の余地はありません。見ているだけでは何も解決しませんよ。彼女を見捨てるわけにはいきません。罠だとしても助けるべきです。私もレナーとハンターの意見に賛成。水死のハンター、あなたはそんな無謀なことしないよね。無謀ですが、
一番手っ取り早い方法かもしれません。はあ、あなたまで。わかったわよ。行けばいいんでしょう。ベリー、勝手に行っちゃダメだって。ちょっと、いつの間に魔獣がこんなに。見て、人もいる。治癒ハンターは俺が。皆さんは魔獣を倒すことに専念してください。あの人たちは気絶させてください。わかりました。これで全部かな。治癒ハンターも他の人たちも軽傷で済みました。全員を安全な場所に避難させて治療した方がいいでしょう。そうですね。レール、くだらないことをしてないで治療を続けろ。気絶した人たちの治療が終わるまで状況を整理しましょう。魔獣と他の人たちに繋がれていた魔力の糸、その糸を通じて魔力が注がれていました。何者かがその糸から魔力を供給しているのかもしれません。操られていた人たちの魔力は僕の弟から感じたものと似ていました。普段はランク相応の魔力なのですが、暴走し始めるととんでもない魔力を放出するんです。さっきの敵も上級ゲートの魔獣に匹敵するほどの魔力でした。そういえば地面に魔法石が散らばってたよ。それを使ってあの人たちに魔力の実験をしてたんじゃないかな。例えば古沢ハンターとレナートハンターが言ってた強制覚醒と関係している実験とか。可能性は十分あるわね。気づきましたか？え？何を？魔獣です。今回は狭間の中から出てきませんでした。あ、そういえば。姿を現す直前まで魔力と気配を隠していましたね。どうやらここは模様の主がいる空間のようです。つまり全ての元凶がこの空間のどこかにいるってことだね。あそこに何かいるようですね。はい。あの通路の向こう？あっちに向かって魔力の糸が伸びているんです。それもかなりの量の糸が。行ってみましょものすごい数だね。今は動いてないけどまた襲いかかってくるんでしょ？おそらく。始めましょう。これで全部だよね。あたりが静かになったから多分ね。水篠ハンター、何かが来ます。模様の主か。実に見事だ。今まで多くの兵士を見てきたが、貴様のような興味深い個体は久しぶりだな。何者だ？
我が名はバルタイル、5体の軍団長だ。貴様の戦いは見せてもらった。だがまだ力を隠しているな。我が部隊に招待しよう。貴様の全力を見せるがいい。断る。こう見えて忙しいんだ。面白い。それでこそ屈服させる甲斐があるというもの。後ろを見ろ。いつの間に。貴様が戦う気になるよう手を貸してやろう。では待っているぞ。こうなった以上やるしかないか。来たか。早かったな。何が望みだ。我が配下となれ。断る。よかろう。ならば力ずくで屈服させるまでだ。全力で来い。貴様の魔力が尽きたその瞬間、貴様は我が傀儡となる。それほどの力があれば最も優秀な兵士に生まれ変わるはずだ。貴様が我が配下になれば我を苦労した虫けらどもも、そしてあの方も我を認めるだろう。さあ人間よ、貴様の限界を、貴様の全てをこの舞台で見せるがいい。バカな。こんなはずでは。交代の軍団長である我が、全軍の魔力を吸収した我が負けるはずがない。この我がこんな簡単に敗北するなど。知っていることは全部吐いてもらうぞ。分かった。全部話せ。お前がやったことを全部話せ。少しでも楽に死にたければ嘘はつかないことだな。軍隊を作ろうとした。人間の体はあまりにも脆い。そこでこき使えるように肉体を強化した。初めは何度も試行錯誤したが、実験体は余るほどあったから方法はすぐ見つかった。魔獣の軍隊が作れないのであれば人間の軍隊を作ればいい。着々と強い軍隊に仕上がっていった。それは君主も認めてくださるべきだった。間違いなくそうなるはずだった。どうしてこんなことに。お前が捕まえた人たちはどこだ。人間が開いた狭間をどうやって探し出した。ここは一体どこだ。特定の場所とつながった狭間を開く方法は。それは我
苦しみながら死にたいのなら望み通りにしてやる。皆さん大丈夫ですか？ちょっとめまいがするけど大丈夫。私は平気よ。ええ、大丈夫です。意識を失っていた人たちも無事のようです。ベリー、心配してくれてるの？ありがとう。チーハンター、大丈夫？大丈夫です。怪我もないし魔力も十分残ってる。それから辛いなら座って。もうすぐ救急車が来るわ。何か話したいことでもあるんですか？はい。魔力の糸がつながった瞬間、頭の中で声が響いたんです。その声の主は私の全てを知っているようでした。私がどれほど必死に調査を続けていたかということも。声の主は私に約束しました。自分に従えば私の望みを叶えてやると。水篠ハンターを手に入れられるように力を貸せば、両親がいるところに連れて行ってやると。それが本当なのかは分かりませんでしたが、なぜか信じてしまったんです。水篠ハンターの強さは理解しているのに、どういうわけか倒せる気になっていました。根拠のない自信、そして盲目的な信頼と忠誠。私の頭の中にあったのはそれだけでした。僕が戦った人たちと同じ状態だったんですね。正気を取り戻した時、正直に言うと絶望したんです。ごめんなさい。命がけで助けてくれたのに。だけど失踪した人たちの行方を知っているのはパルタイルだけだったから。これからどうすればいいの？諦めちゃダメ！手がかりが完全に消えたわけじゃないわ。それに今回分かったこともたくさんあるでしょ。それに装置も治ったし、水篠ハンターが持ってきた魔法石も残ってる。メイリンハンターの言う通りです。諦めるのはまだ早いですよ。ファルタイルが作り出した特定の空間、装置でその空間とつながっている場所を開くことができれば、いつか2人のご両親が閉じ込められた空間も見つけ出せるはずです。水篠ハンター。水篠ハンターもこう言ってるんだし、諦めずに頑張ろう。必ず見つけられるはずだから。助けが必要な時は連絡してください。僕にできることなら協力します。あの空間から持ってきた魔法石の数は限られてるから、装置をもう少し調べてみるわ。皆さん本当にありがとうございます。私も諦めません。あ、サイレンだ。救急車が来たみたい。被害に遭った人たちの搬送が終わりましたら、一緒に食事でもいかがですか？日本は初めてなので、どうしても日本料理を食べてみたくて。そ
それならおすすめのお店があるわ。ね。またあそこですか。ご名答。私は大丈夫です。私は遠慮しておく。やることがたくさんあるから。そんなこと言わずに行こうよ。ちょっと分かったから引っ張らないで。さっきまで狭間にいたのに元気だな。まあたまにはこんな雰囲気も悪くない。